スッと切れるきね。はい、いらっしゃいませ。あ、いらっしゃい。元気じゃ元気ですけど、まあ年が年やきね。長男ですね。今子供になるんですけど、まあ、同じ仕事っていうか一緒に大体何年ぐらいされているんですか。57年かな。57年。23年ぐらいですかね。今回作っていただく包丁なんですけど、その完成品を1回見せていただいてもよろしいですか。これが昔からある菜切り包丁というのは野菜をこう切るでしょ。それとここはね、昔はかまどで炊いてたじゃないですか、ご飯をおこげをこう落とす。千切りしたやつとか漬物とかいうのをこれでこうすくうのは簡単でしょ。これと並べこう刃をこう置いてみたら全然角度違うでしょ。包丁のこの辺でキャベツを切ったりするのにこういう感じで切る感じなんですよね。はい。こうつけてこう、そしてこの先の方でちょっと細工をするときに使うっていう菜切り包丁ですね。まあ、ステンレスだとやっぱもう切れなくなってしまうんですけど、それの期間がやっぱり長いですね、鋼の方が。なんか長くて何年使っているよっていうお客さんって。それは20年と30年ですかね。これは地金の部分ね。これが鋼やけね。青ごみちいう鋼やから。これ接合剤。暑くないですか。暑いっちゃ暑いよ。暑いっすね。暑いやろ。暑いですね。関節をする上で気をつけることって何ですか。飛んできてからやけどするっちゅうだけ。
50ぐらいになってもらわんと乾燥はできんのよ。焼き入れっちゅうのになったらね、778度ぐらいとか、もう780度になったらダメとかね、そういう微妙なもう2度3度、これはもうある程度目で見た感じやけどね、焼き入れの方は温度計を使いようきね。ね、ハムはね、こう打つやろ。ここで力入るけど、持っていったここで、この辺からあんまり力入れんちゅう感じ。命中しやすいのと、手に響いたりしにくい。手にこう、荷重がものすごくかかる。ハムはじゃそういうふうに使わんといかんのよ。ちょっと休憩。体が待てよ。約2時間弱ぐらい一応入ってる。2時間になるとちょっときついんや熱気を吸うたら喉焼けるんだ。ちょっとお茶飲まんと前向き進まんごた。お邪魔します。まあぶちらかしておけん、どうぞ。ご結婚されて何年目になるんですか51年。何歳の頃にご結婚されたの22と3です。出会いはこうお土産です。大丈夫ですか大丈夫大丈夫。恐縮お父さんに対して鍛冶屋のことにしてって、他のことにしたってやっぱり人のために一生懸命になるということが素晴らしいなと思いますね。お互いに元気で今まで来れたきよかったなという。仕事自体も安泰してそんなに心配なく大儲けしたわけでもお金がいっぱいあるわけでもないけど、どうにかこうにか子供4人も育てられたかなっていう感じはありますね。もうスッと切れるきね、こうして切るのがスッと力もいらんで、それが女人にとったら一番ありがたいことやな。じゃも料理に切れん包丁でこうは切り切らん、もうでよそに行ってから切り切らん均一に切りやすいような気がする。結構重さが平均的。はい、そう。どこの重さも一緒だから切りやすい。そうこの反り刃包丁のなんか良さっていうのは何か感じることってありますか？こうミンチとかみじん切りとかにするときにこうして切るときに、こうして切るときにイタリアのほらパスタとかあんな人たちはほとんど湾曲した包丁持ってこうしてるんですよ。そういう感じでこう力入れなくてこう切れるかな。ここをこう押さえておくだけでこうしてそれが便利がいいんかな。湾曲しちゃう分だけ。いただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。こう肌をこう一遍落としたらね、結構こうブツブツがあるんですよ。それをこう修正するのに鉄粉をこう砂を吹きつける感じ。15分間待ち。うちも絵が用意よったんだな。クジラの尻尾よりもいりこの頭の方が自分で決められるいいちゅう用意。
大企業で名前があるようなところに就職したら自分の思うことはできん。命令が下ったらもうそのまま失敗したで自己責任やきそれはそれでいいんじゃねえから終わっとこた。肌を全部落としてしまうんだね。これで肌を今度はつけ直すの。叩いたらこんな感じになるよ。仕上がりは今度。包丁は結構これをなんかな3洗いしようよな。今度は叩くのにな、低温で叩いてな、こっちから表面がこうきれいになるよ。曲がりをな、こうしてこうなってないやろ。こっちがこう水中やろ。わかるかな。はい。今これ700上げようのは700度ぐらいで上げよう。これはちょっと修正してやらない。ちょっともう冷えるの待ちじゃな。じゃあ包丁作ってて楽しいなって思うことあります？作ったことがないのを作るときな。だけどそういう時が一番ああでもないこうでもないし考えるのが楽しい。焼き入れ前に少し刃をつけておく。鋼が真ん中に入ってればいいんだけど入ってない時もあるんよ。それでね、今これは地金の削りやんのな。でこう火花が変わってきたら鋼を削るようになるよ。焼き入れする前ね、ちょっとモルファーの場合ね、刃が立っている方が焼き割りっていうのが少なくて済むんよ。だから刃を立てる。はい、私の仕事終わりました。
あとは子供にお願いします。今からこれが焼き入れが終わった状態なんですけど、表面に、泥を塗って、焼き入れするんですけど、それを今から取っていきます。これからちょっと泥を取るとこういう状態になっていきます。今から荒研ぎをしていきます。荒砥石でこれから刃をつけていく状態。こういう鋼の線があるんですけど、これをこう両方同じくらい鋼を出すということが重要。鋼が出てないと切れないので。薄い方がよく切れるけど、あんまり薄すぎると今度かけやすくなるんで、この辺のちょっとコントロールっていうこの辺が難しいです。これできるようになるまでって大体どのくらいかかるんですか？ 5年ぐらいかかるんじゃないですかね。やっぱりこうやっぱりこう波打ったらダメなんですけど、ここでこう段をちょっとつけてるんですけど、そうなるように先端のラインをやっぱりきれいに出すまでにやっぱり5年ぐらいは多分かかると思う。こういう目が粗いのを細かくしていく作業に、粗めから中めに目を描いていくのと、こういうザラザラした形というか、なんか縦に線があるっていうのは分かります。それがだんだん細かくなっていきます。粗めよりも中めの方が食べにくくなるっていうか。こういうはい、ザラザラした目から目がちょっと小さくなってる。ああ、ここすごい分かります。そうですね。縦の線がなくなってますよね。そうですね。ちょっとあるんですけど、だんだんそれが小さくなっていく感じ。あやっぱりこう力加減というか、どうしても砥石に当たってるところがわからないと力は、ここを押さえてるつもりでもここが当たってたりするんで、その辺がやっぱり経験ですかね。箱板というか、これがステンのワイヤーなんですけど、それにこう泥がついた状態で包丁を磨くと鋼と地金の境界線が浮き出るっていう。これは、ある程度帰りは取れてるんですけど、形の帰りっていうのざらついた、それを取らないと切れる状態にならないので。ざらつきを取るんですか？そうですね。刃が立った状態になると、こう帰りっていうざらつきが出るんですよね。次はもう最終的な総仕上げというか、刃先だけですけど、刃先を細かい、本当に細かい砥石で磨いていく感じですね。80番200番という感じの、あれは目付けですけど、これはもう1000番ぐらいあるんですけど、これでもう刃先だけちょっと1万番ぐらいに仕上げていく感じ。数が大きいほど、目が小さい、粉が小さいっていう感じ。これが砥石の粉みたいな感じになるんですけど、これを塗りつけて刃先をこの目にしていくって感じですね。切れる状態になります。
がこう切れる状態で切れたら OK って感じですね。よいしょ。あとは鋼に鉄なんでちょっと錆びやすいんで、錆止めを塗る前にお湯でちょっとぬくめて水が飛ぶように。普段もやっぱりこう使った後はこういうお湯で洗った方が水気が飛んで保管にはいいですけどね。あとは栄養つける感じですけど。刃物のことの中村に行ったらなんとかなるわっちゅう言うて来てくれるっちゅう、必要と思うと来てくれるっちゅうことが嬉しいなっちゅうことだよな。息子に感謝やろうな。もともと売れよった分が売れんごとなって仕事がなんとなくこう減りつつあるよ時にネットじゃらいろいろなので売り上げが落ちないでずっとやってこれたっていうのは息子のおかげやな。お父さんに対してここすごいなっていうことありますか？やっぱこう筋が通ってるというか、ここはこうですよみたいなとこは曲げないっちゅうところがやっぱりすごいのかなって思うんですけど、ボランティアとか積極的にしてますし、あとはもう仕事が一番っていうか、仕事が好きですねやっぱり鍛冶屋っていうのが自分的にはやっぱりこう鍛冶屋さんが家族の支えだしみたいな、こういう環境しか知らないっていうのもあるし、これはこれでなんかいい人生なのかなっていう